哲学科を卒業した33歳です。大学の経歴的にひろゆきさんの論理学的な考え方に共感を持ち、無意識かつ意識的にも同じ考えできているんですが、真似しなくてもいいバラエティ番組上でひろゆきさんの言い方まで無意識に真似しちゃいます。自分は議論を戦いでなく用語だと思ってるつもりなんですが、つい論破しちゃいます。直すにはどうすればいいですか？僕は別になんか気持ち悪い言い方をすると、真実を知りたいんですよね。なので、別に議論をしたいわけでもなく、戦いをしたいわけでもなく、融合をしたいわけでもなく、正解を知りたいんですよ。事実と異なることを言ってる人がいたら、いやいや、それ事実と違うじゃないですか。実際こうですよね。で、答えは何すかっていうので、答えを知りたいんですよ。例えばじゃあ、毎日、さつまいもだけで暮らしていますっていう人がいて、さつまいも以外何も食ってませんって言ってて、お前今水飲んだよねってなったら、僕やっぱ突っ込んじゃうんですよ。いや、それさつまいもだけじゃ生きられないから水飲んだよねって、やっぱ気になっちゃうんですよ。だからそこで本当に水も飲んでないですっていう人がいたら、あ、本当に人間はさつまいもだけで暮らせるんだっていうので、新しい知識が得られた、やったーってなるんですけど、で、やったーってなる前に、いやいや、お前水飲んでんじゃんとかなると、違うでしょっていうので、僕が知りたいが先なんですよ。相手がどうこうとか、論破がどうこうとか、議論が勝ちたいとかではなく、単純に真実を知りたいです。嘘つかない人だったら、別になんか、あ、そうなんすね、そうなんすね、へーって。で、これどうなんすかって言ったら、こうだよって言われたら、あ、そっか、そうなんすね、みたいなので、割と僕、ほうへーって言ってるパターンでこれなんですよ。きちんと、質問に対しても答えられて、言ってることが正しいよねってなると、あ、新しい知識が得られたっていうので、割と面白いっていう。なので、最近夜な夜なの方で、路上生活者のおじさんにインタビューをするってやつが流れてるんですけど、やっぱり生活保護取った方が楽なんじゃねとか、どうしてこういう生活が正しいと思うのみたいなのを聞くと、あ、やっぱりそうなんだみたいなので、答えが出るんですよね。働いてると家族以外とほとんど話し相手がいないっていう状態になるんですけど、でも路上生活者をしてると、一緒に路上生活をしてる仲間がいるし、で、みんな暇なんで、酒飲もうぜって言うと、普通に飲み相手がいて、で、別にちょろっと働けば食費ぐらいは稼げるから、じゃあそれでそれなりに買ってきた食事と酒飲んで、ああ、楽しいよねって言って、で、酒飲んでかっくらって寝て、で、次の日だるいから起きないみたいな。でも、別に、それはそれで幸せな生活じゃないですか。なんか、あ、そういうことなのね、みたいなので、割と僕は真実を知りたいというわけではなくて、議論に勝ちたいというわけではなくて、その人なりにこういうふうに思ってますとか、こういう時だったらこうですっていう、筋が通ってれば、僕の中では割と、あ、そうなんだってスッキリするんですよね。で、日本ってやっぱ家賃いらないとね、で、家賃と電気代払わないと、結構幸せに暮らせるんですよね。家賃とか電気代とかを抜いたとして、じゃあ、純粋に食費だけで月にいくら使ってますかっていう。で、食費で月に5万円使ってる人って、多分結構金持ちですよ。なんだかんだ言って外食するとかっていうので、毎日外食ってやっぱ無理なわけじゃないですか。なので大体自炊するとか、コンビニで買うとかで、1日1000円以内に収めちゃうとか、1500円ぐらいで収めちゃうってなると、やっぱり4万5千円ぐらいなんですよ。でも、じゃあ、ホームレスです。家賃も電気代もかかりません。5万円月稼ぎました。5万円全部飯と酒に使いましたって言って、で、酒も別に居酒屋とか行くわけじゃなくて、じゃあその安い酒屋で安い酒買ってきますって言うと、結構安く済むんですよ。ガス代とかもいらないので、なのでスーパーとかの割引品とか買ってきて、安い酒屋で買ってきて酒飲んで、で、それで行くと、1000円とか1500円でも結構いいもん食えたりするんですよね。で、それでなんかみんなと飲んで楽しいよねっていう生活っていうのは僕は割とありだと思うんですよ。なので、あ、そういう生活っていいよね。そう、東出さん家賃無料だしね。はい。夜な夜なのホームレスの方のやつを全部見ました。ジェフさん今までホームレスや生活保護について語る瞬間だと思うんですが、価値観や見方変わりましたか？まあでもホームレスの人たちって結構好き好んでやってるよねっていう、なんとなく僕の思い込みがあったんですよ。生活保護を取った方が楽だからなぜ取らないんだろうっていうので、取らない理由として、別に取らないでも幸せに暮らせるし、頭下げて他人から金もらうっていうのが嫌だよねっていう、プライドの高い人は結構いるんだろうなと思っていて、で別になんか頭下げて金もらわなくても俺暮らせてるから全然いいよっていう人は多分ホームレスになるんだろうなっていう意味でいくと、やっぱりそうなんだなっていうので、日本人の侍的な武士は食わめと高用事っていうところはやっぱり日本人らしいなと思いましたけどね。
日本の貧困化が進む原因は何だと思いますか？日本は給与水準こそ低いですが、税金がそこまで高いわけでもなく、治安が著しく悪いわけでもないので、年々悪化している理由を知りたいです。社会主義だからじゃないかなと思ってるんですよね。日本は成功した社会主義の国であるっていう風に表現されることが結構多かったりするんですけど、クビにできないんですよね。なので、一生懸命働く人が、働いた分だけの成果の給料がもらえなくて、で、一生懸命働かない人は給料をもらい続けられるっていうのがあって、超絶働く人とすげえサボる人の給料の差が全然ないんですよ。超絶働かないやつをクビにして、優秀なやつに給料払うっていうのをやれば、優秀な人はどんどん給料もらえるから頑張るし、で、そこでなんか優秀になった方がいいんだっていうので、人は頑張るんですけど、優秀になっても評価されないんだったら、もう俺サボった方がいいよねっていうふうに、優秀になる能力のある人も諦めさせちゃうんですよ。で、これが社会主義のうまくいかなかった理由の一つだと言われていて、いいものを作るとか頑張らなかったとしても、毎年金もらえるんだったら、頑張らないよね。っていうので、社会主義っていいものを作るっていうのが起きなかったんですよ。なので、資本主義というのは競争が起こりますと。なので、いいものを作った会社の商品が売れて、いいものを作れなかった会社は商品が売れなくて、結果として倒産しますと。で、倒産をすることによって、いいものを作れなかった会社がなくなるので、そこで働いてた社員というのは、いいものを作っている会社に就職したり、じゃあ今までの技術を使って、売れるものを作ろうっていう形で、別の会社を作ったりっていう形で、無能がその市場からいなくなることによって、そこの会社に縛られた社員っていうのが、別の景気のいい会社だったり、人を募集している会社に移動したりして、結果としていい会社がより伸びると。で、悪い会社は市場からいなくなるからどんどん減っていく。なので、いい会社が伸びて、いい商品がどんどん増えていく。で、悪い会社はどんどん減っていくという自由競争が起こるのが神の見えざる手って言われて、というのが自動的に起こるから資本主義というのはどんどん発展していくんですよっていうのが資本主義は起こるはずなんですよ。ところがどっこい、日本はダメな会社が潰れない。日経平均がなぜ下がらないかというと、日銀がずっと株価を買い支えているから。アメリカも別に上場企業が潰れるわけじゃなくて、ダメな会社はいい会社に変われるんですよ。で、ダメな会社といっても別にその会社が全面的に悪いわけじゃなくて、実は優秀な部門があったりとか、いい特許を持ってたりっていうのがあったりするので、そこが優秀な会社に変われることによって、優秀な会社にその技術が使われるんですよ。だからモトローラっていう昔携帯電話でブイブイ言わせてた会社っていうのがアメリカにあったんですけど、20年前ぐらいからどんどん下り坂で、結果としてモトローラは、最初 Google にほとんどの特許を買われたのかな。Google がAndroid やりますって時に、よし、モトローラの特許が欲しい。じゃあ、モトローラの特許を買おうっつって、モトローラの特許バーンって買って、で、確か Apple もなんか特許買って、っていう感じで、割と潰れて社員がいなくなるというわけでもなくて、使える部門というのをちゃんと使える優秀な会社に行って、で、そこの優秀な会社が利益を上げるっていう形になるので、今の時代に合わなくなった、要は経営陣が今の時代に合わなくなりました。でも、この技能だったり、この特許だったり、この社員は使えるよねっていうんだったら、じゃあそれは買い取ってうまく使った方がいいよねっていう形で、で、モトローラの特許を買うことによって、Android はめちゃめちゃ世界中でうまくいって、結果として世界中の携帯で今一番多いのは Android の携帯なんですよ。日本だと iPhone 多いんですけど、他の国だと Android の方が多いんですよ。なので、ダメな会社というのが市場から撤退することによって、新しい会社が利益を上げて、結果として、いろんなものが売れてよかったよねっていう構造になるっていうのがあるんですけど、残念ながら日本はそういう構造にならないっていうのが、日本があまりうまくいかない理由なんじゃないかなと思います。24歳既婚こなし男です。世帯年収が900万程度で子供1人か2人も多く話がしているところです。ただこれからの日本若いが生きていくとなるとどうも哀れんでしまいます。今の時代子供子供で子供にどんな負荷がかかるか教えてあげたいです。いや、大丈夫じゃないですか？アメリカとかと比べたら給料は低いよねっていうのなんですけど、別に東南アジアとかアフリカに比べたら全然幸せに暮らせるので、なので普通になんかめちゃめちゃお金使いたいとかブランド物のカバン買いたいとかなければ、普通に暮らして普通に働いて食いっぱがれることもないので、なので樽を知るというのを、樽を知るだったり、自分の分をわきまえるっていうのが分かっていれば、そんなに困らないんじゃないかなと思いますけどね。なので、治安もいいし、日本はいい国ですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。